3時ぐらいには寝たかな。油汚れがやっぱ中華屋さんはひどい系ですね。クリーナー代も結構バカにならないんじゃないですか。そうですね。もうあんまりその経費として考えようとはしてるんですよね。楽しそうでしょ。2時間で終わるものが4時間になったら嫌じゃないですか。ルーティーンですね。だから何も考えてないです。福岡県の天津飯ランキング1位だと全く知らなかった。これがあん。一度この天津飯食べてなんかもうやみつきになりました。僕はもうここで天津飯しか頼んだことがないです。やっぱ50年前にその中華料理屋さんってあんまりなかったからですね。地元の人の好みに合ったっていうような地元にこう根付いた感じで味が成長してっていうのが町中華だと。もっともっと働かないと。今からスープを沸かそうと思って。これが朝一番の仕事ですね。やっぱこれは鶏ガラの部分です。首と足の部分。もうお父さんの代からやっぱずっと付き合いのあるお肉屋さんやですね。自分が今2代目です。お父さんが始めて自分が後継いで。スープの味はもうずーっと変わってないんですか。もうずーっとやっぱ大人がやってきた通りにやってるんで変わってないと思います。お父さんがやりようのを見て真似してやってる。でアク取ってって言われたら「はーい」って言ってこうやってアクをこうやってで子供ながらに取ったりとかしながら徐々に徐々に自分の仕事になってきてっていう感じですかね。ちっちゃい頃はお店の向かいが住まいだったからもう厨房が自分のやっぱ遊び場みたいな感じだったんですよね。お店はここじゃなかったんですか。もうちょっと向こうに平尾寄りにあったんですよね。その時はまだ10坪ぐらいのちっちゃいお店だったんですけど、やっぱもう職人かたぎの人やったきやっぱもう厳しかったですよ。やっぱもう怒られよったですもん。こっちに来てから何年があるのかな、13年。もう一応掃除は欠かさずきれいにね毎日しようって。油汚れがやっぱ中華屋さんはひどい系ですね。なかなかやっぱりきれいにするのも大変やけど毎日コツコツ掃除しよったら意外と検査が保てるなと。鍋もピカピカっすね。そうですかね。鉄鍋やけんすぐ洗わんと錆びるんですよね。なるべくやっぱもうこまめにどんどん洗っていかんとですね。テフロン加工のやつとかですね、はい、あれはこの火力に耐えれないです。家の晩ご飯を作ろうと思ってから家のテフロン加工のフライパン持ってきてやったら一発でダメなんだ。やっぱ家庭用の人はやっぱり火力が全然違うけんですね。これは何ですか。これはラーメンとかに使うチャーシュー、焼き豚。昨日の夜中のうちに一旦焼いてそれを炊いて。1月2月で違う。あ、そういうこと。私は手包みですね。餃子は家庭料理だと思いますよ。私台湾好きだから台湾よく行くけど魔法みたいに皮作っていきますよね。作っていきますね。あれ見るだけでもいい、一日見るだけでもいい。楽しい。台湾が好きやけん前ちょこちょこ台湾に遊びに行きよったけど
もう自分はもう大好きですね。あの雰囲気が、人は優しいし。私は小籠包がめちゃくちゃ好きなんですよ。エビ釣り。エビ釣りね。エビを釣るのもちょっとコツがいるし、で釣れたら釣れたで面白いし、釣ったやつをこう焼いて食べるんですよね。これがまたうまい。みんな行くべきだと思う。ね、あれは本当、みんな行くべきだと思う。楽しいもん。これは焼き飯の火薬を炒める用の卵。おはよアルバイトの皆さんそうですね、めっちゃ多国籍ですね。そうなんです、多国籍。みんなよう頑張ってくれますよ。お待たせしました。どうぞ。いらっしゃいませ。はい。これ皿うどんです。麺がうまいですね。この皿。これはですね、なんか桃煮ですね。はい。若鶏の桃煮か。めっちゃうまいですよ。最近ちょっと来てなかったですけど、
月1か2ぐらいは来る感じかなって感じですね。常連さんですね。特に夏場は冷やし中華が大好きで、鶏のくさびみたいなものとかああいうものは一切ないんですよ。でこの醤油のなんか漬け込んだ感じの甘い感じ、やや甘め、変な甘さじゃないです。それと鶏のこの焼き目がついた香ばしさがめちゃくちゃうまいです。そのチェーン店が悪いとは思わないんですけど、地元の人が支える味が地元の人の好みに合ったっていうような、地元にこう根付いた感じで味が成長してっていうのが町中華なんじゃないかなって気はしますよね。だからこう多いんだと思います、お客さんには。この天津飯とか鶏のもも煮とかも当時なんですからあるんですか？天津飯は自分が始めたんですよね。でもも煮は冷やし中華に千切りして添える料理だったんですよね。それをもともとその夏場しか作ってなかったんですよ、もも煮は。もう冷やし中華に添えるだけのものだったからですね。からし酢醤油で食べてもらうからですね、意外とさっぱりしてあっさりいけるから結構人気が。はい、お待たせしました。もも煮定食ですね。小皿に、酢醤油とからし合わせていただいて。今しみ豆腐に書いてある。ひらがなでしみ。ひらがなでしみ豆腐。はい、お願いします。2219です。お疲れ様でした。お疲れ様でした。様です。私も知らないです。いや、それもサプライズでいいかもしれないですね。あらっしゃ、どうもやっぱ道具って大事ですか？道具はやっぱ大事にしていかんと、やっぱもう何十年って使うけんですね。使い捨てのものやないけん、やっぱ大事にしていかんと。はい、ありがとうございます。来ますね、お客さん。そうですね、やっぱお昼時やけん、駐車場さえ空いとけばですね、ちょこちょこやっぱこうやって入ってきてくれるけん。すいませーん。お持ち帰り。はい、こっちもお願い。はい。奥さんと一緒にいるよ。はい、八宝ちゃ菜。んとお願いします。いらっしゃいませ。お一人ですか？中国飯店っていうお名前は当時からなんですか？そうです、もうお父さんが50年前に始めるときにホームページをこう開いてみて、で中国飯店っていう名前がなかったけん、よしじゃあ中国飯店で始めようかと。やっぱ50年前にその中華料理屋さんってあんまりなかったからですね、お店始めるときにその浸透しやすい名前の方がいいやろうって言って。これね、完全に今水ジャッてしてる。
よく来られるんですか？ 10年以上前に1回だけ来てて、でなんか町中華かなんかの YouTube に出てるのを見て、天津飯は間違いないと思う。あ、いや、辛みはそんなないね。甘辛い甘みが入ってるかな。これがあん。これなんでこんなふわふわになるんだろうって。これは炭酸をですね、少し混ぜるんですよ。卵の中に。そしたらこうやってふわーっと炭酸の泡がふわーっとしてくれる。そうなんですよ。なんかネットで検索して福岡天津飯ランキングかなんかで検索したら出てくるんですよ、うちが。友達が見つけてから福岡県の天津飯ランキング1位だと全く知らなかったはい肉味噌。ここ知ったのが1年前ぐらいですかね。一度この天津飯食べてなんかもうやみつきになりました。めちゃくちゃ美味しいです。僕はもうここで天津飯しか頼んだことがない。何が美味しいんですかね。何でしょうね。このあんですかね。これでもうラストオーダー終了ということで。これラストが終了です。片付けはもう慣れたもんやけ昨日とか何時に終わったんですか？全部。いやもう覚えてない時計は見ないいや寝てますよ一応3時昨日は3時ぐらいには寝たかな。なんか今すごい気持ちよくなりましたおかみさんもお掃除はお好きなんですか？好きっていうかもうルーティンですね。顔洗うのと一緒。それしないと次の日すごいことになっちゃうでしょ。次の日2時間で終わるものが4時間になったら嫌じゃないですか。だから何も考えてないですクリーナー代も結構バカにならないんじゃないですか？ここまで本格的にやったら。そうですね。もうあんまりその経費として考えようとはしてるんですよね。こんなにクリーナーを持ってくるお店はないですよって言ってますね何に使ってるんですかっていや掃除機さってやってない僕が言うのもあれですけど、楽しそうに見えてきます。楽しそうでしょ楽しいですよ
さっき強い洗剤で洗ったじゃないですか、はい。でそれが残っとったら嫌やけん食器用洗剤あれで二度洗いでするところかなと思って。こすらなくていいからですね、やっぱそれがやっぱ一番楽ですね。泡をこう塗りたくるだけでからもう油汚れがスルスルっと落ちて勝手に浮き上がって落ちてくれるんで、もうこの洗剤が手に入るまではやっぱマジックリンとかクレンザーとかああいうのを使ってからもゴシゴシ洗ってたんですよ。綺麗になるでしょ。綺麗になりますね。もう一杯。全然ゴミ出てこないですね。姿が映ってますよ。今日でも頑張ったよ。片付け自体は早くから始めるだけ。30分は早く終わってる。全然いい。今後の目標とかってありますか？野望。この商売ができればいいかなっていう感じで、別にもう高みも望んでないし、うちのお父さんが結局85まで、85まで現役で働きよったからですね。今自分が50でしょ。あと35年続けれればいいかなっていう感じですね。この厨房機器があと35年持ってもらわない関係。その食洗機あるでしょ、向こう側の。これ15年です。だから35年いけると思うんですよ、この星崎さんもだって言いますもん、やっぱメンテナンス来た時に15年も経ってからこうやって現役で動きようの見たことないって。でここまで綺麗に使ってもらってからありがとうございますってやっぱいいじゃんですよ。もっともっと働かないと